ってことで規格外兵器オーバードウェポンについて解説するのだ。その特徴は何といっても圧倒的火力。ちゃんと命中すれば盾を持っている AC でも一撃で葬ることが可能なのだ。もちろんデメリットがあってハンガーに武器を積めなくなる上、起動可能なのは1回きり。 AC の1では大人の自動で来るタイム追加だけど戦況を一気に覆せる切り札的な兵器なのだ。 ACV の世界で武器は過去の戦争の遺物を回収してそのまま使用しているんだけど、オーバードウェポンはグラントが現代の技術で作ったものなのだ。 AC の制御側にロジックがなくて規格外兵器は使えないから AC の OS を乗っ取ることで強引に使用可能にしているのだ。頭おかしいまでそのせいかエラーがたくさん出るけどとりあえず動くのでよし。こうして荒廃した世界で追い詰められた人類はイカれた兵器を生み出してしまったのだ。ここからは各オーバードウェポンについて説明。まずはブラインドブレード。ブラインドブレードはシティと敵対するレジスタンスが戦力差を補うために製作した超振動ブレードなのだ。他のオーバードウェポンと違ってエネルギー供給のためにサワンをパージする必要があるから使用するタイミングの見極めが重要。3つのチェーンソーを円形に配置して高速回転させ突撃して全てを粉砕するのだ。回転場をさらに回転させる凶器の発想。こんなの食らったらぐちゃぐちゃの分断状態になるのは明らかなのだ。なんとカラー変更で頭身の色を変えられるのだ。君だけのオリジナルブラインドブレードを作ろう。ネット上では体型美質規格外6連超振動突撃決定言われたりしているけど、公式の情報が見当たらなかったのでご存知の方は教えてほしいのだ。次はマスグレード、鉄筋コンクリートの柱です。以上です。本当に柱としか言いようがないのだ。一応振り回すためにブースターがついていて勢いをつけて殴る兵器なのだ。オーバードウェポンの中では一番シンプル。使用するとこんな感じ。ブースターから出る炎のエフェクトがかっこいいのだ。そして柱で振り抜ける。認知確定なのだ。ストーリーミッションで市民が柱で殴ったという噂を聞いたミグラントが制作したらしいのだ。そうはならんでしょう。お次はヒュージキャノン。やっと常識的な兵器っぽいのが出てきたのだ。ヒュージキャノンはその名の通り超大型のキャノンで核砲弾を発射するのだ。圧倒的な長射程と広範囲の爆発が売り。ストーリーミッションでは市民がお手伝いをするときに使ってきたのだ。通常では短時間稼働がやっとなのに市民は高精度で連発してきてトラウマになってる。狙撃特化型の人で試し撃ち。狙撃特化型だ。射程内にそいつらを連れてこい。どうでもないよね。知れ者がただの狂犬か。気をつけよう。フレンドリーファイア。続いてマルチプルパルス。ここにも縦に13を両側に計130門のパルスキャノンを搭載した超大型拡散砲なのだ。時期の前側広範囲に判定が出るから個人的には一番当てやすいオーバードウェポン。口を聞くやつが嫌いなだけよ。展開の仕方が変態すぎるのだ。おい、なんか来やがった。やばい雰囲気だ。クソ。やばい時にはマルチプルパルス。急なんてまだいくらだってもやばいぜ。マギ、なんとかなんねえのかよ。広範囲だからこんな感じで5機同時に倒せることも。ただし駆動時間が短くて使用後のクールタイムが長いのでそこは気をつける必要があるのだ。ここで死にたくなければこちらの指示に従え。倒した後に救援に来られても困るのだ。次はヒュージミサイル。唯一ロック可能なオーバードウェポンで超大型のミサイルが敵を追尾してくれるのだ。もともと AC 用ではなくて巨大兵器に搭載されたものを転用しているのだ。その場でパタパタと発射台を組み立てる様子は可愛いかもしれない。一番長い駆動時間とオーバードウェポンを積んだ時のブーストチャージの範囲増加を利用して2連グラブブーストチャージする積み方もできるのだ。ミサイルは重りになっちゃうけど。3、2、1、発射。着弾確認。今ので2機倒せたのだ。使用後の EN 出力低下が控えめなのですぐに動けるのだ。最後はヒュージブレード。マスブレードとは違ってまともなブレードなのだ。見た目はフジツボで巨大なレーザー刀身で相手を叩き切る。ブレードレンジが長いがゆえに味方
たることもしばしば。俺の光が見えると敵味方関係なく緊張感が漂うのだ。早速使ってみるのだ。 ACVD の PV で出てきてストーリーミッションで活躍するのかと思いきやご案内したオーバードウェポンなのだ。任せる。無茶はするなよ。チャージめっちゃ速いのだ。連中は一筋縄じゃいかない。クールに確実によ。でかい敵は高火力武器で暗搬される定め。運命を受け入れるのだ。生物があっても関係なし、自慢のブレードレンジで一刀両断なのだ。オーバードウェポンを使う時の注意点。ジェネレータの限界出力とコアの EM 連発率の高いものを選ぶのだ。限界出力がそれぞれ最大最小のジェネレータで検証するのだ。ご覧の通りチャージにかかる時間が右の方が圧倒的に速いのだ。同じオーバードウェポンでもジェネレータで使用可能回数が変わってくる。というかジェネレータによっては使うことすらできないのだ。さらにコアの EM 連達率が係数が消されることに。これで勢力線に出たりなんかしたら悲しい気持ちになるのだ。今回はここまで。全部のオーバードウェポンを通して言えるのは、見た目もモーションもエフェクトもかっこよくて変態技術の塊ってことなのだ。癖はあるけど使って楽しいし、攻略にも有用な場面があるからまだ触ったことない人は試してみてほしいのだ。火力こそ正義、火力は全てを解決するのだ。ご視聴ありがとうなのだ。扱いづらいパーツとかって話だが、最新型が負けるわけねえだろ。行くぞー。じゃあもうちょっと遊ぼうか。見せてみな、お前の力をさ。